何読んでんだ？トロピカル幾何学入門よ。トロピカル？なんか、ほんと数学好きだよな。いつぞやの動画でも全く関係ない複素関数論の本読んでたし。あったりめえよ。じゃあ数学大好きレイムのために、今回は数学と漢字を掛け合わして、数学を漢字化したものについて解説しようか。そんなのあるの？もちろん、あるぜ。じゃあ、解説お願いするわ。ではでは、レッツゴー。さっと漢字解説。では解説しよう。まず、この数学が漢字化されてるのは大微積19という書籍だ。これは、新朝の数学者である李全蘭と、イギリス人宣教師アレキサンダー・ワイリーによって翻訳された数学書だな。解析幾何学、微分法、積分法の解説がされている。ほうほう。で、どのように漢字化されているのかを見てみよう。例えばこんな漢字。ちょっと見にくいので整えるとこうだな。これは何？これは今で言うと y イコールマイナス x プラス2を表す。やばすぎる。もはや暗号ね。まず、1、2、3という数字はすべて漢数字が使われている。そしてさっきちらっと見たが、例えば足し算や引き算の記号は、このような字を使っている。おお、なんかすごいわね。上の異体字と下の異体字にそっくりだよな。そして、プラスマイナスという記号はこのようになっているな。じゃあ、掛け算割り算はどうなるかというと、そのままだ。そのままなのね。なぜ掛け算と割り算はそのままなのに、足し算引き算の記号はそのままじゃないの？その理由は単純だ。足し算や引き算の記号というのをよく見てほしい。どちらもある漢数字に似ているよな。あ、10と1に似てる。というかほぼ同じよね。そう、漢数字の10や1に非常によく似ている。そのまま使うとプラス、7日10、7日マイナス、7日1、7日非常にわかりにくい。だから、変換したわけだな。なるほど、納得ね。一方、既存の記号を使っているものも多くあって、イコールや分数、大なり、小なり、ルート、カッコといったものは私たちがよく知ってる記号のままだ。あとは A、B、C というのは実感の項、オツ、平に対応しており、K から V は、ネからいの十二支に対応している。W、X、Y、Z といったものは物、点、地、人が使われている。例えば、仮に Y イコール X の2乗マイナス 2X プラス1を漢字で表すとしよう。すると、というようになるな。2乗なんかは数学と同じでそのまま右上に小さく書く。うわぁ、なんかめちゃくちゃ不思議な感覚。ではでは、基本的なところは大まかに説明できたので、実際に大微積19の中身を見ていこう。ページをめくっていくとまずはこのような三角形が目につく。このように書かれているな。あれ、こう、オツ、平の左に口がついてるわね。そう、実は口辺がつくと、大文字 A、B、C を表すんだ。こうが小文字の A、口辺がつけば大文字の A ということね。めっちゃわかりやすいわね。で、少し横を見るとこう書かれている。こうだな。縦に書かれてるけど、これは AB の2乗プラス BC の2乗イコール AC の2乗ね。三平方の定理。このページでは今言った三平方の定理を使って、いろいろ式が書かれているな。今回はまだ面白い表記があるので、次に進むとしよう。次に進むとまた三角形がある。このように書かれている。なんかごちゃごちゃしてるわね。図の下を見るとこのようにある。こうだな。点があるわ。これは比を表しているわけだが、注意しなければならないのはここだ。現代の私たちから見るとイコールで表すのが普通だが、大微積19が刊行されたのは1859年だ。当時は比例はイコールだけでなくこの記号で書かれることも一般的だ。なので、現代で言うとこれは、このようになるな。ほうほう、いい感じね。で、どんどんページをめくっていくと、こちら。わかりやすく整理すると、こうだな。ある図があってこのように書かれているんだが。あれ、この部分おかしくない？今風に直すとこうなるわよね。割り算なのに、掛け算になっちゃってない？ AB の2乗が答えになると思うけど。そう思うよな。実は今の私たちの感覚で進むとここが落とし穴だ。大微積19の中の分数はめちゃくちゃ注意が必要で、普通、私たちが分数を考えると、上に分子、下に分母が来るよな。母がこう音符するって覚えてるわ。大微積19だとこれが逆転して、上が分母、下が分子の形になる。子が母を音符するのね。なので、大微積19だと逆になる。めちゃややこしいじゃないの。なぜこんなことになってるか、考えられていることは、例えばこれは8分の5だよな。今の私たちでもそうだが、分母を先に言って、分子を後に言う。だから上が分母、下が分子として反映させているのではないかと言われている。なるほど、納得。したいけど、やっぱりわかりにくいわね。まあ、大微積19はそういった注意もあるということを覚えてくれると嬉しいぜ。
なので、さっき見たこの式を整理してみると、このようになるわけだ。分数が出てきたら今の私たちと同じ感覚で読んではいけない。覚えたわ。あとはこれを話そう。こういう感じだな。うわ、なんじゃこれは。ちなみにこの漢字はよ、の旧字体だ。おお、わかったわ。お、わかったか。左の節はタンジェント。右下の弦はサイン。右上の余弦はコサインね。正解だ。サインは正弦、コサインは余弦、タンジェントは正節だな。でも、タンジェントの節、って節、じゃなく節、ではないの？今の日本では接するの漢字節、だな。ただ、昔の日本では接するの節、だけじゃなく、節、で正節、としてたこともあるし、今見てる書籍に関しては中国の書籍なので、中国語ではタンジェントを、切るの漢字節、で正節、とするのが一般的だ。なるほどなるほど、切る、の漢字を使った正節、で問題ないのね。じゃあさっきの式に戻るけど、この角、って何なの？角度のこと？いいところに目をつけたな。これはアルファだ。アルファ、さっき、A、B、C などは十二支や実感などが対応していることを言った。それに加えて、アルファ、ベータ、ガンマなども漢字になっている。それぞれこのような対応だ。この角、項、定は28地区と呼ばれるもので、28地区というのは簡単に言うと、古代中国の天文学で、天球を28区画に分けたものだ。28地区はこんな漢字で28種類あるわけだが、それを大微積19ではアルファ、ベータ、ガンマに対応しているわけだな。ほうほう。なので、これはサインアルファ、コサインアルファ、タンジェントアルファを表す。大微積19ではアルファに当たる漢字角を書いた後に、サインやコサインに当たる漢字を書くので、左右逆転していると考えて読む必要がある。なので、これは分数に気をつけると。タンジェントアルファイコールコサインアルファ分のサインアルファね。その通りだ。ではここで、この2つの式、これを現代の数学に直してみよう。まずは1番目ね。点だから X ね。それで、2と3はそのまま直して、乗はこう、オツ、平、乗で4番目だから D。あとは分数に注意すればいいから。OK できたわ。X イコール2分の D ルート3ね。正解。あとは2番目ね。点は X。口辺にオツと乗だから大文字の BD ね。ここの下の異体字みたいなのはマイナスで、角と項はアルファとベータ。弦はサインだから、もろもろひっくり返して、できた。BD イコール X かけるサインカッコベータマイナスアルファ分のサインアルファね。正解。これで完璧だな。今回はいかがだっただろうか。いやー、漢字と数学の融合、めちゃくちゃ楽しかったわ。でも、これで終わらない。ほう？大微積19と言ってるのに、微分、積分を説明していない。しかも対数とかはこの動画で出てきていない。ということで、次回の動画では主に微分積分を扱っていこうと思う。微分積分。それは楽しみね。次回も見に来てくれると嬉しいぜ。ではでは、ご視聴ありがとうございました。